ハイウェイスターチャンネルプレゼンツ梶浦由紀100の質問ということで、早速答えていきたいと思います。最終的には自分がその曲を好きであるっていうことでしか責任取れないと思ってるんですよ。 BGM の世界に足を踏み入れたことが一番の転機だったのではないかなと。今年はちょっとスペシャルなコラボをやらせていただくので、今から楽しみで仕方がないです。梶浦由紀です。よくわかりません。おばあちゃんがつけてくれました。梶もしくは梶ちゃんと呼ばれてました。8月6日です。東京都日野市。小さい頃割と引っ越しが多かったので、どこが地元っていう感覚があまりないので、ちょっと自慢っていうのも出なくてすいません。A 型怠け者ありません。怠け者割と本を読むこと、ロードレースを見ることです。右手ありません。ポイフル、揚げ物が苦手です。あんまり何が得意ってないんですけど、よく作る料理で言えば肉野菜炒めとか、あとはカレーぐらいですかね。黒、秋が好きです。動物は割と何でも好きですけど、犬かなと思います。ロードレース、自分に似合う服、北欧にまだ行ったことがなくて、一度北欧に行ってみたいなと思ってます。作品の音楽を作らせていただいて、その作品のスタッフの方からこの作品のためにとてもいい曲を作ってくださってとか、いい曲を作ってくださってありがとうございますって言われた言葉がやっぱり一番の宝物だと思ってます。とろろそば、 YouTube 自分ではあんまり見ないんですけど、今親しい友人が亀梨くん推しなので、その友人と一緒に亀梨くんチャンネルをよく見てます。100カメ、美の壺、あと金尾くん、マグカップ集めてます。夜型なんですけど、実はすごく早起きなので、でも一番活動してるのはやっぱり夜ですかね。虫、家事はもうほぼ全部義務と思ってやってるので、あんまり得意という感覚はないんですけど、あえて言えば料理かなと思います。ライブ前に強強打破を飲む。もう 100% インドア派です。実はもういつも持ち歩くって決めているアイテムのこのぐらいの大きな袋があって、いろんなものを持ち歩いてるんですけど、音楽家的に言うなら五線紙ですかね。必ず持ち歩いてます。寝る前に本を読む。夜横になって目を閉じて寝るのを待つということが本当にできなくて、ライトにタイマーをかけて必ず本を読みながら寝るようにしてます。ありません。父親が結構早く亡くなったんですけど、亡くなる前に多分もう自分が長くないって気がついた時に、すごく震える筆跡でゆき最後の一瞬まで諦めるなって書いてくれた言葉があって、それはその時私が受験生だから書いてくれた言葉だと思うんですけど、やっぱりそれがすごく印象的で、諦めそうになった時はいつもその言葉を思い出してます。ですね、自分が作った曲を素晴らしいプレイヤーさんとか歌い手さんが演奏してくれてる時に、もう至上の喜びを感じます。本を読んでると簡単に泣きます。リディア・デイビスっていう好きな作家さんがいて、もう何度読んでも違う印象を与えてくれる素晴らしい本があるので、その彼女の本を持っていきます。すぐやめる。時間を止める能力が欲しい。いろいろ細かい制約はつけますけど、時間を止めてる間自分は年を取らないとかね、そういう細かい制約はたくさんつけますけど、ともかく時間を止める能力が一番欲しいです。スナフキン、以前旅行していた時に自分がね、もし
身で好きな場所に一緒に行けるとしたら絶対ここがいいって強く思ったとても美しい公園があって、もしその明日世界がなくなるってあらかじめ分かってるんだったらその公園に絶対行きたいです。前世はあんまり信じてないのでちょっと想像がつきません。すいません。これも全く活気がないので全く思いつきません。もともとその音楽の道に進む前に社会人で会社に勤めていたんですけど、その時の仕事もとっても好きで、本当なら両方やりたいぐらい好きだったので、ずっとその会社にいたんじゃないかなと思います。自由なところ、作り手がどんな思いで作ったということとは関係なく、受け手がもう想像の翼をはためかせてその音楽からいろんなイマジネーションを受け取れるというところが音楽の一番素晴らしいところじゃないかと思っています。私ながらで音楽を聴くということができないので、体力と気力がある時にしか音楽を聴きません。最近はアイボールっていうすごく好きなアーティストさんがいて、その人が今年になってアルバムを出したので、それをよく聴いてるかもしれません。オリビアを聴きながら、いやもうそれは楽しく歌うことしかないんじゃないでしょうか。父親が歌うのが好きな人で、オペラとか歌曲、ドイツ歌曲がすごく好きな人で、私に伴奏をさせたくて、幼稚園の時にピアノの先生のところに連れてって、俺が歌うためにお前はピアノを習えと。それが音楽を始めたきっかけです。今まで生きてきて幸せだったことベスト5は確実に音楽の中にあったので、いろんな幸せを音楽からもらっているので、やっぱり続けてきてよかったなと思っています。アルバムはビートルズの、マジカルミステリーツアーだったのはよく覚えてるんですけど、その前に多分アバ、当時私小学生だったんですけど、当時ドイツにいてもうアバ全盛で、世間でかかってる曲の半分はアバだっていうぐらいもう世の中全部アバだったので、確かにアバのそのシートってわからない方もいらっしゃるかと思うんですけども、ペラペラなこんななんかプラスチックみたいなそのシートでアバのシングルっていうんですかね、1曲しか入ってなかったと思うんですけど、それを買ったのが多分自分で買った音楽としては一番初めだったんじゃないかと思います。中高はやっぱり中学の時はドイツにいて、ドイツはもうほぼブリティッシュチャートだったので、やっぱりクイーンとかポリスとかもその辺がもう本当に幅を利かせていたので、その辺に夢中になってましたし、高校になるとブリティッシュインベージョンという時代がやってきて、そこに本当に夢中になってずっとブリティッシュチャートを追っかけて、もう日本にいたので、夜中の2時とかにねブリティッシュトップ20っていう番組やってて、ラジオでやっていたので、2時に目覚ましかけてそれを毎週録音してチャートつけて聞いていたので、ディペッシュモードとか、カルチャークラブティアーズ・フォア・フィアーズとか、本当に夢中になって聞いてましたね。本当に面白いアーティストが多かったなと、今でも本当に大好きな音楽がたくさんあります。これもやっぱり私小学校の時はもうクラシック一辺倒だったし、小学校の途中からビートルズで、中高はブリティッシュチャートでしたし、でその後割とチャート的にはニューエイジの時代が来て、ワールドミュージックの時代も来たので、その全てに多分影響は受けてますね。岡崎体育さんのまさにミュージックビデオっていう曲があって、でそのミュージックビデオがねやっぱり結構面白かったので、まずミュージックビデオっていうとその曲がまず出てきてしまうっていうぐらい結構印象の強い曲でしたね。あとはロシアのなんていうの、レイブバンドっていうんですかね、でもう亡命しちゃってるんですけど、リトルビッグっていうなんていうのかな、あれは楽曲もなんですけど MV 込みですごくかっこいい曲なんだけど、シュールだけどすごくふざけたミュージックビデオを作るユニットがあって、すごくバカな曲も多いんだけどすごく楽しくって、一時それを夢中になって見てたかなと、そんなでしょうか。尊敬するというか、大好きなアーティストっていうと、本当にいろんな人が好きだったんですけど、絞るのであればやっぱりポール・マッカートニーと、そう
ですね。ディートリヒ・フィッシャー・ディスカウっていう歌い手さんがいて、その2人かなと思います。ピアノですね。やっぱり基本はキーボーディストなので、まずピアノからメロディーを作ることも多いですし、たまにはリズムトラックから作ることもありますけど、ほぼピアノです。結局音楽って正解がないものなので、じゃあその曲の誰がどこに責任を持つかという問題で、最終的には自分がその曲を好きであるっていうことでしか責任取れないと思ってるんですよ。だからやっぱりその作った曲が自分でちゃんと好きだ、これはいい曲だと自分で思った曲しか世に出さないっていうところだけはこだわっています。今 CD なんだなと思ったんだけど、やっぱり私の時代はレコードジャケットだったんですよ、まず。でレコードジャケットってもう物理的な問題で CD より大きかったし、プラスチックケースもなかったから、やっぱり印象が全然強いんですよね。で半分ポスターみたいな気持ちで当時の私は CD、レコードジャケットを見ていたので、やっぱり印象だったジャケットっていうのは結局自分が好きだった音楽のジャケットだったりするので、そうですね、ツェッペリンのジャケットとかレッド・ツェッペリンのジャケットが結構かっこよくってずっと部屋に飾ってたりしたし、あとピンク・フロイドのジャケットも結構かっこよかったなとか、あとプライマリ・スクリームのスクリーマデリカっていうすごいシンプルなんだけど赤いところにクレヨンで落書きしたみたいな、それもすごく好きで部屋にちょっとしばらく飾ってたような記憶があります。あなたの音楽が好きです。もうこれしかないですね。もう本当にそれだけで天にも昇る心地になります。バイエルだと思う。私小学校2年生になってすぐに親の転勤でドイツに渡ったんですけど、その時におばあちゃんに送った曲の譜面が残ってたんですよ。で全然自分では覚えてなくて、日本に帰ってきておばあちゃんが亡くなってからおばあちゃんの荷物から出てきたんですけど、一応ちゃんと5000になって一応ちゃんとメロディーもちゃんとしてて、確かありがとうさようならだったと思うんですけど、なんかその譜面が今でも残ってるので全く記憶にはなかったんですけど、あれが多分初めて作った曲だったんじゃないかなと思います。気分転換はそんなに必要だとは思ってはいないんですけど、ただやっぱり BGM とかサウンドトラックの曲を作ってると1日に4曲とか5曲とか作らなきゃいけないことがあって、でそうするとその作ってた曲を忘れないと次の曲になかなかいけないんですね。でそうするとなるべく短い時間でその曲を忘れるにどうするかっていうことをいろいろ試したんですよ。で寝ると時間を取りすぎる、なんか食べると太りすぎる、でちょっと本を読んだぐらいではやっぱり音って抜けないんですよ、なかなか。でいろいろ試した結果一番効率的だったのがお風呂だったんですよね。でお風呂にともかく溜めといてザーンって入ってはぁって言って出ると30秒で割と全部吹っ飛ぶんですね。だから制作中にどうしても次を忘れてパッと次に行かなきゃいけないっていう時はお風呂にザバンはぁですぐ出るっていうのをよくやってます。浮かぶっていう感覚はないですね。やっぱりひねり出すっていう感覚の方が強いんですけど、よくもう出ないとかもうすごく苦しんで何も出ないぞ困ったなっていう時にもう例えば家の中の食べ物を食べ尽くしてしまったとかでもどうしようもなくてコンビニとかスーパーにお買い物に行かなきゃいけないっていうタイミングに行きたくないけどともかく行かなきゃと思って外に出た時になんかパッてポロってって出てくることが割とあるんですよ。頭の中が音楽でパンパンパンってなってる時に何かその環境が変わったりちょっと外の風に吹かれたりするとそういうきっかけで何かがポロンと落ちてきたり頭のこの辺にあったものがコトンって落っこってきたりすることがあるんじゃないかなと。でそういうのが浮かぶっていうことなのかもしれないなと思ったりはします。全てに思い入れがあるとも言えるし全てに思い入れがないとも言えるのでそんなにこれが特にっていうのは正直ないです。ただやはり作品によってはこの作品にすごいチャンスをもらったなとかこの作品の音楽をやったことによって未来への道が開けたなっていうきっかけになったものは
あるんですけど、でもじゃあそれにものすごく思い入れがあって、例えば全くヒットしなかったものに思い入れがないかっていうとそんなことはなくて、作ってる時の自分の気持ちの込め方は全てイーブンなので、やっぱり全てに思い入れがあると言えるた方が正しいのかなとは思います。BGM の世界に足を踏み入れたことが一番の転機だったのではないかなと。もともと私正直映画とか映像作品ほとんど見ない人間だったので、そうやって人からいただいたチャンスではないとそっちの道に進むことはまずなかったと思うので、こればっかりはもうそういうご縁をいただいたとしか言えないんですけど、そこが一番の転機だったなと思います。やはり作品のために自分が音楽を作って、その作品の制作スタッフからこの作品にぴったりの音楽を作ってくれてありがとうって言われることがもう何よりのやっぱり喜びですね。弾みでもうやめてやるとか思うことはありますけど、本気でやめようと思ったことはないと思います。同じ鍵盤楽器であるアコーディオンの、そのピアノって打楽器なので、だけど鍵盤でもアコーディオンって打楽器じゃないんですよ。美しいロングトーンが奏でられて、そのロングトーンの中でもちゃんと音色変化ができたりとか、それはピアノには絶対できない技なので、同じ鍵盤楽器で全く違う楽器であるアコーディオンという楽器はちょっと弾いてみたいなと思います。純粋にどれがっていうよりは物理的に一番今まで作った長い曲っていうのが15分の曲で、それも映画の絵合わせで、そのシーン合わせで15分のシーンに合わせて1曲っていうのを作ったことがあって、作業的に一番そこに時間がかかったのではないかなとは思います。作詞に一番時間がかかるので、作詞をしてない曲の方がやっぱり早くて、で私シーソーというユニットでデビューしたんですけど、シーソーはそのボーカルの石川千秋さんが詩を書いてる曲も多くて、覚えている中でこれはすごく早かったなっていうのは、シーソーがガンダムシードデスティニーの方のエンディングで作らせていただいた君は僕に似ているっていう曲があるんですけど、それは石川さんが詩を書いていて、私が曲を書いてるんですけど、これがすごくその曲は早くできた覚えがありますね。割とパーッと頭のメロディーが出てきて、曲の流れるテンポでわーって最後まで出てきて、それをメモするのに焦ったというか、リアルタイムで出てきちゃうのでうわーって急ぎながらメモした記憶があるぐらいだから、曲としては多分5分10分でできちゃったんだろうなと。それは多少アレンジして渡すまでの時間はありますけど、それが一番早かったのではないかなと思います。今ライブツアーをやってるんですけど、結構前に見た夢かなって印象的だったのが、自分の居間にメンバー全員がお化粧も済ませて衣装も全部着て、私の作業場にみんながいるんですよ、メンバー全員で。ライブの舞台に出ていく前にみんなでエンジンを組んで掛け声をかけるんですけど、でその掛け声をかけてるんですけど、自分の居間なんですよ。わーっとか言って、でその居間の端っこにドアがあって、そのドアの向こうには細い廊下があって、その向こうに洗面所があるんですね。でそれを自分で分かってるんですけど、みんながそこから舞台に出ていく気満々なんですよ。で私はあの先にはトイレしかないのではないだろうかって思ってるんですけど、みんながもうじゃあよろしくみたいになってて、もうそこから先のライブやる気満々なんで、それが言い出せずに、その先はトイレしかないのではってずっと焦っていて、目が覚めてすごく混乱していて、寝室から今にみんながいるんじゃないかと思って慌てて飛び出して、いなくてほっとしたっていう夢はよく覚えてます。去年かな見たそのメトロポリタンオペラのライブビューイングのローエングリーン、ワグナーのローエングリーンっていう映画がすっごく素晴らしくて、忘れられないですね。もう一回見たいなと思ってます。昨日木のお皿を買いました。とても気に入ってます。早く使いたいです。専業主婦になりたかったですね。幼稚園の時に見ていたムーミンが大好きでした。私小学生がほとんどそのドイツの日本人学校だったんですけど、日本人学校ってみんなバスとか電車で割と遠くから集まってくるので、その放課後に友達と遊ぶっていうことがまずないんですよ。で授業とかクラブが終わるとみんなもうバス電車で
もうそれぞれ自分の家に帰ってしまうので、あんまりその放課後友達と集まるという覚えがほとんどなくて、だから放課後はもうまっすぐ家に帰って基本的に本を読んでたと思います。ピアノしか習ってないですね。まあ英語が得意だったのかな。で、苦手科目は日本史とか世界史が、私人の名前を覚えるのが本当に苦手で、とても苦手だったのをよく覚えてます。8月30日ぐらいからやる派でした。幼稚園から、大学1年生ぐらいまでもひたすら合唱部でした。冬休みに3年の時とあと卒業時にヨーロッパにバックパックでもう超貧乏旅行をしまして、で冬に行ったのは単純にその冬の方が音楽のシーズンなので、オペラとかを行った先でもうともかく見るぞと。で天井桟敷だと安いので、いろんなとこでオペラとか要は音楽の演奏会を聴きながらヨーロッパ中を全部で3ヶ月ぐらいですかね、旅していたことは、とてもやっぱりなかなかそれだけね、長期間の旅行っていうのは学生時代にしかできなかったと思うので、すごく良い思い出です。地方のものすごい大きな巨大な温泉旅館に泊まりがけで行って、すごくハードなんですけど、朝5時から夜の12時ぐらいまで働くっていう、配膳という食器を並べたり下げたりってそういうバイトをやりまして、それが唯一人とやったバイトだったんですよ。友達と一緒にやったアルバイトだったので、すごく肉体的にはハードだったんですけど、良いお金にもなり一緒に働けたということで結構楽しかったのは覚えてます。音楽が好きってことですかね。これは変わっていないと思います。勉強したいですね。基本的に物語に音楽をつけるっていうことが大好きなので、いろんな物語にあって、その物語にあなたが音楽をつけてくださいって言ってもらえることは本当に光栄なことだと思ってるので、できるだけいろんな物語と出会って、その物語に最もふさわしい音楽をつけられるように尽力していきたいなと。それを一つでも多くやってみたいなっていうのが今後やりたいことですね。仕事は前倒しに。ツアー中で、これからアジアツアーなんかもあるんですけれども、2023年に私を題材としたドキュメンタリーの番組を NHK さんに作っていただいたんですけれども、その番組の本というかを出していただけるという運びになりまして、その梶浦由記の本が7月の後半に出ているはずです。ぜひお読みいただけたらと思います。皆さんでステージで一緒にバタフライを歌わせていただいたのがとても楽しかったので、私歌ってないんですけど踊ってるだけなんですけど、タオル振りまして、でもすごく楽しかったのでそれが忘れられないですね。ですね、今年はちょっとスペシャルなコラボをやらせていただくので合わせたりしていない段階なんですけど、でも素晴らしいコラボになるだろうことはもうその出演者の皆さんで分かっているので、今から楽しみで仕方がないです。もうやっぱり一つにはもうやる曲数が違うですし、自分のライブっていうのはやはり MC から何から全部一から最後まで自分で流れを作っていかなければいけないので、言ってしまえば背負ってるものが違うっていうとかそういうことはあるんですけど、ハイウェイスターパーティーはそれだけじゃなくて、全く自分と違う人たちがどういうライブをやってるかとか、そういうのをお一人だけじゃなくて所属アーティストの皆さんのそのライブの姿をやっぱ見せていただけるっていうのはすごく勉強になるのと、やっぱりすごく楽しいんですよね。それがあれだけの豪華な皆さんのライブパフォーマンスをやっぱり全部見られるっていうのはすごく贅沢なことだと思うので、それがすごく去年も楽しかったですし、今年も本当楽しみです。アマチュアの頃はマンスリーでエッグマンっていうライブハウスでライブをやらせていただいて、でプロになって
て、雪梶浦としてそんな場所に建てるとは思っていなかったんですけど、渋谷公会堂とか NHK ホールとか、今年はもう名前の変わった LINE キューブでもライブをやらせていただきましたし、だからすごくライブを見に行った覚えもたくさんあって、いろんな思い出が残っていますけれども、やっぱり自分でもいろんな場所でライブができて、その印象がすごく強い、嬉しい街ですね。もう今年はその素敵なコラボもさせていただきますし、出演者の皆さんとお会いできたりね、舞台を拝見させていただくのもとても楽しみなので、きっと去年もすごく暑い一日だったと思うんですけど、今回2日ですからね、とても楽しい2日間になると思うので、私も本当に心から楽しみにしてます。ということで、この100の質問企画では、次の回答者の方にリレー形式で質問をさせていただいております。私梶浦由紀はなんとトップバッターを務めさせていただいておりますので、次の回答者の蝶々さんに質問させていただきたいと思います。それでは、蝶々さんに質問です。私今ツアー中なんですけれども、一緒に歌い手さん何人ともね一緒のライブをやらせてもらってるんですけど、やっぱり私はピアノを弾くだけなので、歌い手さんはきっとライブに対する心構えとかね、ライブ前にやることとか、きっともっと神経質にいろんなことを心がけていらっしゃるんじゃないかと思うので、蝶々さんがライブ前に何かルーティンとして決めることとか、ライブ前に歌い手さんとして心がけていることが何かあるのであれば教えていただきたいなと思います。去年私の曲をカバーしていただくっていう企画の時に、蝶々さんとあと寺田志保さんでカラフィナの「君の銀の庭」っていう曲を本当に素敵にカバーしていただいて、で先ほど質問でもお答えしたんですけど、やはり作曲家にとって自分の作った曲を素晴らしい歌い手さんやプレイヤーさんに演奏していただくほど幸せなことはやっぱりこの世にないと思っているので、本当に嬉しく聞いて拝見しておりました。改めて本当にありがとうございました。今年のハイウェイスターパーティーでもお目にかかれるのを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。去年私デビュー30周年を迎えまして、とは言ってもまだまだこれからも音楽をやるつもりはたっぷりありますので、30周年の時に本当に温かいお声をかけてくださった皆さんに改めてありがとうございますということと、あとこれからも皆さんにいい音楽を、届けていけるように尽力いたしますので、よろしくお願いします。今年のハイウェイスターパーティーでお会いできる皆さんともね、ちょっといつもの雪梶浦ライブよりはちょっと厚めの、ステージをお届けしようと思いますので、お会いできるのを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。ということで、梶浦由紀100の質問でした。やり遂げた。またね。